こんにちは、オロージャパンの堀崎です。今日はキャンドル制作によく使う道具を紹介します。ここで紹介するものは100円ショップで揃うものもたくさんあります。キャンドルの制作で使う場合、ろうですぐ汚れてしまうので、はじめは安くて気軽なもので揃えてみてください。それでは一つ一つ紹介していきたいと思います。まずはじめに IH クッキングヒーターです。ワックスを溶かすときに使います。温度設定ができるものが便利です。鍋を安定して乗せられるサイズのものを選びましょう。次にワックスを溶かすときに使用する雪平鍋です。私は熱伝導がいい雪平鍋を愛用しています。掃除がとても楽なので使ってみると便利だと思います。そしてキャンドル作りに欠かせない温度計です。デジタル表記で先がステンレスになっているものが便利です。先を混ぜ棒として使うこともできます。200度程度まで測れるものがいいでしょう。次にデジタルスケールです。鍋の重さが引けるゼロ表示の機能があるものが便利です。本当は2キロ程度まで測れるものが使いやすいと思います。次にトイレットペーパーです。これは鍋や IH を拭くときに使用します。ろうがこぼれたときにも使用するので、手元に置いておくと安心です。次にアルミホイルです。私はくっつかないシリコン加工がしてあるアルミホイルを愛用しています。急いでしなきゃいけない作業の時にろうがきれいに剥がれてくれるのでとても便利です。次にクッキングシートです。クッキングシートはどれでもいいんですが、私はこのセブンイレブンに売っている両面がツルツルしているタイプを愛用しています。一度使うと手放せないぐらい丈夫でとても使いやすいです。よかったら使ってみてください。次にスイーツキャンドルによく使うアイスディッシャーです。アイスディッシャーはサイズがいろいろあるので、グラスの大きさなどに合わせて選んで買ってください。次に紙コップです。ろうを測ったり、型の代わりにして固めたりなど様々な作業で使います。いろいろなサイズがあると便利です。次にシリコントレイです。余ったろうを入れたり、バットの代わりにして使用します。安いもので構わないので、何種類か揃えておくととても便利です。深さがあるものも便利です。スプーンです。ホイップを乗せたり、粉末の顔料をすくったりするのに使用します。私は耐熱ではないプラスチックのスプーンを使っていますが、たくさん用意して色によって分けたりするととても使いやすいです。次にドリルです。硬くなってしまったろうに穴を開ける際に使用します。芯の太さに合わせてドリルの太さも何種類か用意しておくととても便利です。長さもいろいろありますので選んで買ってみてください。柄のところに太さの表記があるので注意して見て選んでみましょう。次に竹串です。一般的に売っているお料理に使う竹串で大丈夫です。柔らかいろうに穴を開けたり、細かい場所を整えたり、文字を書いたりと様々な用途で使います。次に割り箸です。芯を固定したり、ろうを混ぜたりする際に使います。この間に芯を挟んで固定します。また先で混ぜたり、便利に使えるので、たくさんの量を用意しておくといいでしょう。次にカッターです。ろうを切ったり、型紙を切ったりする際に使用します。キャンドルですぐにベタベタになってしまうので、あまり高いものでなくて大丈夫です。次にハサミです。芯を切ったり、型紙を切ったりする際に使用します。ペンチです。座金を留めるときに使用します。デザインカッターです。細かいカッティングをするときに使用します。
先が尖ったものの方が細かいものを切るときに便利です。ヘラです。ボードについてしまったローを取るときに使用します。マイクロワックスのブロック状の塊を切るときにもとても便利です。ピンセットです。細かいパーツの配置や穴から芯を引っ張り出したり、細かい作業に役立ちます。そしてスイーツキャンドル作りに欠かせないホイッパーです。私はステンレス製のものを使っています。お料理などに使うタイプで大丈夫です。色によって分けて使うので何本かあると便利です。こちらはキャンドル製作にとても便利な人工大理石ボードです。耐熱で丈夫なので掃除もヘラで取れるので楽で便利です。白いタイプのものがおすすめです。このようにヘラで簡単についたローが取れます。掃除が楽なのがとても便利なところです。また耐熱なので熱いお鍋を乗せても大丈夫です。作業がしやすくなるのでよければぜひ揃えてみてください。以上でキャンドル作りに使う基礎的な道具を紹介いたしました。これ以外にも必要に応じて身近なもので揃えてみてください。ただ初めからたくさん揃える必要はなくて、まず身近なもので揃えて簡単に始めてみることが大事だと思います。本日のレッスンは以上です。ご覧いただきありがとうございました。道具が揃ったら早速作り始めてみましょう。それでは次のレッスンでお待ちしています。